スラワッパギーサポート AI カッコ仮のコッペです。本プレゼンテーションは山口情報芸術センターフワイカムが2017年に行ったパーソナルスペース再発見というワークショップを中心に紹介したいと思います。このワークショップ、メディアアートの技術、特にプロジェクションマッピングやモーションキャプチャーの技術を使ってコンテンポラリーダンスの革新的なアイデアを盛り込んだワークショップになっていまして、ぜひ皆さんに知っていただきたく紹介したいと思います。パーソナルスペースっていうのは自分を中心として広がった縄張りの空間みたいなことで、そのパーソナルスペースに誰か入ってきたらゾワゾワするような空間ですよね。私たちはこのパーソナルスペースをぶら下げて普段生活しているんですが、このスペースはドキドキすることもあれば、親密感が高まるっていう効果もありますよね。この空間に注目したのがこのワークショップです。そして最終的にはこれを編集して新しい対人コミュニケーションの可能性を広げていこうっていうアイデアです。パート1、緊急の原点、距離の逆説。このプロジェクトはダンサー振付家のジャレオサムさんと小児科医で当事者研究でも有名な熊谷慎一郎先生と共同で行いました。ジャレオサムさんは日本のコンテンポラリーダンス界では結構有名な方です。そして近年は老人ホームや障害者施設などに赴いて実際人とのつながりといったものをテーマに作品の創作を行っています。トツトツダンスという演目は長年取り組んでいたりと、障害とダンスといった分野では大変有名な方です。ここであまり語られてないことですが、指摘しておこうと思うのは、実はジャレオサムさんは、ポストモダンダンスに精通する方で、デボラ・ヘイやスティーブ・パクストンの研究を行っています。このポストモダンダンスという手法は、特にこのパーソナルスペース再発見の最後の方でダンス的意義について説明する箇所では重要なポイントになってきます。熊谷慎一郎先生は脳性麻痺を患っておりますが、ご専門は自閉症スペクトラム障害 ASD を専門に扱う小児科医の先生なんです。一見、障害という点では、この脳性麻痺と ASD は共通しているかのように見えますが、脳性麻痺はですね、見えやすい障害、見た目に障害がわかるのに対して、ASD の場合は、定型発達者と同じように生活をしているにもかかわらず、生活の中でどことなく不自由さを感じていたりする、見えにくい障害の方々で、彼らを同じ枠の障害として語るには、ちょっと無理があるんですよね。で、熊谷先生は、大変スマートな方だということで、あちこちでもてはやされておりますが、私の見立てでは、それは思想的なところにあるんじゃないかなと思います。インタビューで一度聞いたことがあるんですが、その内容を簡単に説明すると、80年代にポストモダンっていう思想が大流行するんですけれども、このポストモダンっていうのは自己言及っていうものがキーワードになります。この自己言及っていうものは、年を追うごとに過剰になってきて、自分について問い直すみたいなことが一般化されちゃった時に、どのような問題が起きたかっていうと、ASD の方が増えちゃったり、軽いものでは引きこもり、中二病なんかも、この行き過ぎた自己言及が引き起こしたんではないか、ポストモダンという思想をポストする、一脱するためにどうしたらいいかなっていうことを熊谷先生は考えてるみたいなんです。で、それが当事者研究とかに現れている点はですね、一般的に語られてきていないのかなと思うので、ちょっと意識的に指摘したいと思います。このプロジェクトは2016年にダンス研究の木村悟先生が主体となって行った超連結クリエーションというプレゼンテーションパフォーマンスのイベントが元になっています。ジャレオサムさんと熊谷慎一郎先生のセッションがあり、これにフワイカムはジョインしたわけです。このクリエーションでは、毎月東京大学の熊谷先生の研究室にお邪魔してディスカッションを繰り返したのですが、
その何回目かに、ワイカムで長年研究していたダンスのためのクリエーションツール、Reactor for Awareness in Motion、DAM っていう研究があるんですけれども、ここで開発したモーションキャプチャーのシステムをお二方に装着してもらうことがありました。こちら、向かって右側が熊谷先生とその母音ですね、動きを表現してます。左側はジャレオサムさん。真ん中は何かと言いますと、二人の動きを混ぜて作ったキメラみたいなもので、簡単に言うと平均化しただけなんですけどね。これを二人は見て驚いたんですよ。真ん中の動きっていうのは、ある種この解除しているような状態ですよね。熊谷先生の動きを、フォローする形で、ジャレオさんが動くのですが、その逆もありますよね。本来は、障害者は介助者にサポートしてもらうことで目的の動きを行っているんですが、この場合は、二人がお互いに支え合っているっていう感じですよね。何か新しい動きが生まれていると感じをします。超連結クリエーションで行われた内容は、伊藤麻先生の手の倫理という本でも紹介されています。残念ながらモーションキャプチャーの部分はカットされているんですけれども、棒を使った綱引きのパフォーマンスが紹介されています。ジャレオサムさんは、棒を使うまで熊谷先生からはわからなかった微妙な振動というものが伝わってきたというふうに述べています。この道具っていうものを挟むと、本来ね、手触りであったりとか、また触覚的な表情みたいなものも、どちらかというとノイズとして遮断されてしまう、欠損されてしまっているんですけれども、実はこの逆に連続的な動きとして捉えられるようになって、そのある種動きが正の情報みたいな感じで、手の表面の奥の方にあるね、ものに集中することになります。それが具体的に関わろうとする気持ちを刺激して、微妙な振動とか、そういったものを捉えられるようになったんじゃないかっていうふうに推測しています。また、道具を使うことで新しく出会い直しているというふうにも捉えられますし、逆にこの物理的に距離が生まれたことで、感覚的にコミュニケーション的には距離が縮まってるんじゃないかっていうようなことを朝先生も述べています。パート2、パーソナルスペースの測定と多様性の発見。超連結クリエーションを経て、次の年もこの研究を継続しようっていう話になれまして、ワイカムが主体となって研究をスタートします。その際に、これまで熊谷先生の体にフォーカスしていましたが、先生の研究対象である自閉症スペクトラム障害 ASD、彼らのコミュニケーションのしづらさっていったものがパーソナルスペースの距離の問題ではないかというふうに先生は考えていたことから、このパーソナルスペースに注目するのはどうかという提案をいただきました。そこで、ワイカムでは、様々なモーションキャプチャーなどの技術を活用して、このパーソナルスペースを特定していくことになります。一般的な研究としては、ストップディスタンス法という測定方法がありまして、これは、二人の人物が近づいていった時に、パーソナルスペースに踏み込んだと思ったら、手を上げて止まるっていう方法で、結構これ古典的な測定方法です。この方法では研究には限界があるのではないかということで、別の方法を試しました。3人の人物がおしゃべりした際の内側の空間を大空間というふうに呼びまして、そこにできる三角形の面積と角度を測定するという方法です。この扇形のスペースをパーソナルスペースと見立てて研究します。このモーションキャプチャーの数値が結構特殊ですよね。外で記録するっていうのはやっぱり難しい話で、どうしてもこれはシチュエーションを見立てて会話劇をするしかないっていうことで、これを演劇的アプローチって呼んでいたんですけれども、内容としては今の時間を聞くとか、道を聞くとかそういった内容でしたね。様々な人でテストしました。結果はですね、驚くべき結果が出ました。なんとですね、ASD 傾向の方には、特定の傾向がなんと見られなかったんです。要するに ASD 傾向の方も、定型発達の方も、パーソナルスペースの計測においてはあんまり変わらないってことです。社会的反応尺度第2版 SRS2 という ASD を測定するスクリーニングテストみたいなことなんですけども、これを使って計測したところ、社会的動機づけスコアとパーソナルスペースの半径、要するに距離は反比例する。
社会的コミュニケーションスコアとパーソナルスペースの中心の角度。これは、比例するということが書かれました。要するに、対人コミュニケーションがちょっと怖いかなと思ってる人は、遠巻きに話をするし、コミュニケーションを積極的にしたいなって人は近づくよっていうことなので、ASD 傾向の方も、定型発達の方も、あんまり変わらないってことです。それ以上に発見だったのは、それぞれ様々な個人空間を形成していて、みんな形はだいぶ違うっていうことですね。例えばですよ、背が低い人は近かったりするのはもちろんあるんですけども、パーソナルスペースに踏み込む前に、ちょっと一回止まって軽く会釈する人とか、パーソナルスペースに侵入したら、まっすぐ歩いていくんじゃなくて、ちょっと斜めに歩いていく人とかいるんですよね。パート3、ワークショップ、可視化と再編集のプロセス。この研究結果を受けて、ジャローさんとワイカムでは、ワークショップ音創作を始めます。パーソナルスペースを、プロジェクションマッピングを使って可視化し、それを編集できるプログラムを作ったんですけれども、ワークショップでは、まず最初に古典的な測定方法であるストップディスタンス法を試してみて、自分のパーソナルスペースの範囲を、確認します。そして3人で演劇的アプローチで、実際、簡単な会話をしてもらって、それぞれのコミュニケーションに必要な、パーソナルスペースの角度や距離っていったものを測定しました。で、それを使って、実際に床にビジュアライズしていくんですが、参加者全員にこれが同時につくようにしています。また、ここで大きな発見がありました。このビジュアル化された時に、確かに自分のパーソナルスペースだという実感はあるんですけれども、このパーソナルスペースに誰か入ってきたら、画像を踏んだ時になんかゾワゾワってするのが普段よりちょっと大きくなる感じがあるんですね。近くに触覚が結構引っ張られてるってことなんですが、ここに着目しまして、これを編集したらどうなるのかなということを考えました。例えば、そのパーソナルスペースの中に、実際でありえないんですけれども、穴を開けてみるみたいなことをすると、そこが特別に遠距離感の場所みたいになったりして、もしかしたら無意識のうちにこのパーソナルスペースを自分で編集してるかもしれないっていう、仮説も立ちますよね。そういうことで、このビジュアル化されたパーソナルスペースをお絵描きソフトのような感じで、角度や面積、長さ、また、時には穴とかも開けたりして編集できるようにしました。そして、ワークショップ参加者は、自分の好きなシチュエーションに合わせて、パーソナルスペースを編集していくっていうことをやっていきます。そして、パーソナルスペースを使って、実際にコミュニケーションを取ったらどうなるのかなっていうのを試しました。はい。パート4、未来のダンスとしての展望。ジャローさんはこのパーソナルスペースの編集という技術を使うことは一つのダンスの振り付けとして位置づけています。パーソナルスペースは自分の行動、自分のスペースです。人との関係を振り付けているという要素もありますよね。このパーソナルスペースを実際このお絵描きソフトのようなもので描くっていうことは振り付けのスコアっていう風にも読み取れますよね。参加者が自分のオリジナルのパーソナルスペースを作って、それで動くっていうのはダンスで振り付けをするという行為と全く一緒じゃないですか。このワークショップでは最終的には可視化されたこのパーソナルスペースをだんだんフェードアウトさせていきます。自分の思い思いにクリエーションしたパーソナルスペースは、それを自分の体にぶら下げているうちに自分のものになっていって、ビジュアルがなくなってもそれが継続的に動けるようになる。そういう感覚を手に入れることができるんではないかっていう仮説のもとに行いました。普段の生活のパーソナルスペースを編集できるかっていうことで言うと、その証明にまでは至らないのですが、実際これを用いたことで、様々なコミュニケーションが生まれていることは実際事実です。コミュニケーションのための道具としてのパーソナルスペースは、コミュニケーションの困難さを実は乗り越えられる可能性もあります。これまでとは異なる新しい対人関係を築くことが、期待されていますね。こういった革新的な方法が実は新しい振り付けのアプローチであり、社会的な対人関係の道具として、また価値観として現れるかもしれませんよね。それではこのプレゼンテーションは終わります。まったねー。